はナポリタンスパゲッティを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ナポリタンスパゲッティを作っていきたいと思います。今回はですね、昔ながらのナポリタンを作っていくんですけれども、フライパン一つで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。パスタ、ソーセージ、玉ねぎ、ピーマン、おろしにんにく、ケチャップ、顆粒のコンソメ、お砂糖、塩、オリーブオイル、有塩バター、お水。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずパスタなんですが、こちらは 1.6mm のパスタを使います。このパスタの太さに関しましてはお好みのものを使用してください。ただですね、こちら見ていただくとわかると思うんですが、このようにつるっとしたパスタを使うようにしてください。表面がね、ザラザラしたものを使ってしまうとちょっとべちゃっとした仕上がりになってしまいますので、必ずこのつるっとしたパスタを使うようにしてください。そしてあとは具材にソーセージ、玉ねぎ、ピーマンを使用していきます。こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。ここにね、マッシュルームやあとはキノコ類を入れていただいてもいいですし、あとはね、ちょっとボリューム満点にしたい場合は厚切りベーコンなどを入れていただいてもいいかなと思います。そして味付けなんですが、ポイントはお砂糖です。お砂糖のコクを少し加えていただくことで、とても美味しいナポリタンスパゲッティに仕上がります。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずですね、具材の玉ねぎから切っていきます。こちらはね、薄切りにしていきましょう。芯の部分は切り落としてください。はい、玉ねぎはこれで OK です。それでは続いてピーマンですね。ピーマンはまずこのヘタの部分を親指で押し込んでください。このように押し込みます。そしたらこちらを半分に切りましょう。半分に切ったらこのままですね、ヘタとあとは種を取り除きます。このね、綿の部分も苦味の原因になったりするので、気になる時だけね、取り除いてください。種とね、ヘタを取り除いたらこちらをね、薄切りにしていきましょう。だいたい 5mm 幅ぐらいで切っていただくといいかなと思います。ピーマンはこれで OK です。それでは続いてソーセージです。ソーセージはだいたい厚みが 1cm ぐらいになるように斜め切りにしていきます。残りも同じように切っていきましょう。ソーセージはこれで OK です。それではね、作っていきます。今回は直径 26cm のフライパンを使っていきます。まずここにオリーブオイルです。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度オリーブオイルを温めてください。全体にね、広げましょう。広げたらまずここにこちら玉ねぎを加えます。あとはね、ソーセージも入れましょう。続いてピーマンも加えます。そして続いておろしにんにくですね。おろしにんにくの場合は油にね、直接入れて温めるとちょっと油跳ねしやすいので、具材を入れてからね、加えてみてください。そして一度ね、さっと炒めてください。こうしていただくことでお野菜の旨味をね、きちんと出すことができます。だいたいね、1分ぐらいまず炒めます。炒めたら一旦火を止めてください。そしたら続いてここにお砂糖と、あとは塩、そしてコンソメ、あとはここにケチャップ。これでもう一度火にかけます。そして一度ね、こちらもさっと絡めて炒めます。ケチャップもね、ちょっとね、炒めることで旨味がアップするので軽く炒めます。火加減はね、そのまま中火です。1分ぐらいですね、一度炒めてください。1分ぐらい炒めたらここに水を入れます。そしてこのままね、一度沸騰させてください。ちょっとね、よく混ぜながら沸騰させていきます。火加減はね、そのまま中火で OK です。この
のようにくつくつ沸騰しました。そしたらここにパスタを入れていきます。パスタなんですが、もしフライパンが小さい場合は半分に折って入れていただいても OK です。そして茹で時間に関してなんですが、こちらね7分茹でのパスタになります。作る時はですね、パスタの袋に記載されている茹で時間よりも1分長く茹でるようにしてください。なのでこちらをね8分茹でていきます。ではこちらを入れて、そして一度ね沈めてください。全体にしっかり浸して、このままね8分間茹でていきます。もし途中でね水分がなくなりすぎてしまった時は少しお水を足してください。あとはですね、茹でてる最中にこのままね茹でているとパスタがくっついてしまいますので、少しお箸でねほぐしながら茹でてください。それでは茹でていきます。はい、今ね8分経ちました。今このような状態です。そしたら最後仕上げていきます。ここにバターですね。バターを加えるとねとてもまろやかな仕上がりになります。続いてここに最後追いケチャップですね。このケチャップをね最後加えていただくことでとても濃厚な仕上がりになります。そしたら最後ねこれで炒めるようにね加熱していきましょう。火加減はねそのまま中火です。ちょっと水分を飛ばしながらね加熱していきます。だいたいね1分から1分半ぐらいですね。しっかり加熱してソースをきちんと絡めます。これで OK です。あとはねパスタの硬さを見ながらね加熱してください。こんな感じでねとても美味しそうに仕上がりました。それではねお皿に盛り付けたいと思います。はい、これでナポリタンスパゲッティの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねしっかり味も馴染んでとても濃厚な仕上がりになってます。最後ですね、こちら分量外ですが上に粉チーズをかけて仕上げてます。こちらはお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。パスタにもしっかり味が染み込んでてすっごく濃厚です。美味しい。この味のバランスがねもう最高ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナポリタンスパゲッティのポイントです。まずパスタなんですが、今回 1.6mm のパスタを使ってます。こちらはお好みのものを使って作ってみてください。ただですね、表面がザラついてるねちょっと粉っぽいパスタを使うと仕上がりがべちゃっとした仕上がりになりやすいので、必ず表面がつるっとしたパスタを使うようにしてください。そして作る時のポイントです。作る時はですね、まず具材を軽く炒めて、そしてケチャップなどを加えて、そして軽く炒めてから茹でるようにしてください。ケチャップはですね軽く炒めていただくことで旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。そして茹でている最中なんですが、まずパスタはですね袋に記載されている時間よりも1分長く茹でるようにしてください。そして茹でている最中はパスタ同士がねくっつかないようにお箸で時々ほぐしながら茹でるようにしてください。さらにですね途中でお水がちょっと足りないかなと思ったらお水を少し加えて茹でるようにしてください。そして茹で時間が終わったらその後ですね追いケチャップとあとはバターを加えて最後1分から1分半ぐらいですねしっかり炒めてから仕上げるようにしてください。このね最後にケチャップを入れていただくことでとても濃厚で味わい深いナポリタンに仕上がります。この時にねパスタの硬さはちょうどぐらいになってると思うんですが、もしちょっと硬いようだったら少しお水を追加してもう少しパスタに火入れしてみてください。あとはね今回分量がですが食べる時に粉チーズをかけてます。こちらはお好みでやってみてください。そして具材に関しましては今回ソーセージ、玉ねぎ、ピーマン、こちらのとてもシンプルな3種類を入れてます。お好みでねソーセージをベーコンに変えていただいたり、あとはねハムに変えていただいても OK です。お好みのもので作ってみてください。そして今回はですね直径26センチのフライパンを使ってます。なのでそのまま茹でれるんですが、これよりも小さめのフライパンを使う場合はパスタを半分に折って入れていただいても OK です。こちらは調整してやってみてください。材料お手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナポリタンスパゲッティを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。